ミッドフィルダーがキーになるかなと思ってて、ミッドフィルダーが機能しないチームっていうのはやっぱりロングボールが多いんですよね。後ろからフォワード後ろからフォワードで攻めると、単調な攻撃になって、ロングボールってボール来るまでに時間かかるんで読みやすいんですよね。後ろにはディフェンス1枚、相手のフォワード1枚、スイーパーがいるんで割と守りやすいけど、やっぱ中盤を経由して崩していくと同数もしくはさらに抜けてこられると守備はやりづらいと思います。そういった意味では攻撃のポイントとしてはミッドフィルダー、守備に関してはやっぱり、スイーパーはもちろんそうなんですけど、フォワードの守備力っていうのが意外にキーになったりとかするんですけど、やっぱフォワードの選手がハードワークして相手のディフェンスからいいボールを前に運ばせないっていうことをするチームはやっぱりすごくいいチームというか、簡単にボールを奪えてる、後ろの選手がボールを奪いやすくなってるんで、意外にフォワードの守備力っていうのがキーになったりとかしますね。割と高いところで見ると見やすいですね、ホッケーは。ちょっと細かいところは見づらいんですけど、全体の流れっていうのは結構見やすいんで、ベンチの中から、平面で見る景色と俯瞰して、上から見るでゲームの相手のポジションの確認とかするっていうところではスタッフ間で見方の分担をしてやってたりしますね。それで相手が自分たちが立てたゲームプランに対して合ってるのか、こういうフォーメーションに来てるとかっていうのを、密にコミュニケーションを取って、試合を進めていくっていうこともやってます。日本だとあんまり上からの指示っていうのはあんまりないかもしれないんですけど、国際ゲームでは実はヘッドコーチが上にいて、でコーチとヘッドコーチがこうヘッドホンで会話して選手に伝えてっていうのがありますね。場合によっては自分たちの後ろからディフェンス側から見たければ一番角、攻守変われば見方を変えたりとか。難しいのはヘッドホンで言葉言われても本当にそれがそういうふうに伝えてれるのかどうかっていうのは本当にコミュニケーション取ってないと難しいんで、そこはかなり高度な技術いるんじゃないかなというふうに思ってます。